はい、皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は木彫りの初心者の方が必ずぶち当たってしまう3つの壁とその突破法について解説していきたいと思います。彫刻刀を買った、木材を買った、さあ木彫りを始めようっていう時に、初心者の方が陥りやすい、悩みやすいことが3つあるというふうに僕は思います。僕自身もそうでしたし、コメントでいただく、悩みとか相談っていうのも大体この3つの中に入るかなと思います。なので今回は1つずつそれについて解説と対処法をやっていくので、ぜひ最後まで見ていってください。まず1つ目、それは木の彫り方がわからないということです。木材を購入して彫りたいものも決まっている、もう型紙もできているっていう段階でも、じゃあ実際にここからどうやって理想のものを彫り出していくか、まず最初に何をやればいいのかということがわからないということがありますね。で、これの対処法は2つあります。対処法の1つ目、それはまず知識を得るということ。はい、知識とは、木材の特性、順目とか逆目とか、彫るにはどういう手順で彫った方がいいのかなど、その情報を得ることで解決できることがあります。これに関しては、この僕の動画を見てくださっているような熱心な方ならもう大丈夫かなと思います。それでは対処法の2つ目、それはたくさん彫るということです。あまり彫る前にいろいろ考えすぎずに、試しに彫ってみる。彫った結果、あまりうまくいかなかったなと思っても、それは一つの経験なので、また次彫るときに必ず、その経験は役立ちます。動画や本で得る知識もとても大事ですが、この、実際に彫って得た経験っていうのは、とても実感として得るものなので、頭の知識、そして手で得る知識、両方を得て、どんどん彫れるようになりましょう。それではここで僕が考える、上達におすすめの彫り方について話したいと思います。はい、それでは質問ですが、彫るのに3ヶ月かかる大きくて手の込んだものを1つ彫るのと、1週間で彫ることのできる小さい彫刻を3ヶ月で12個彫る。これどちらが上達すると思いますか？木彫り初心者の人が彫るのにおすすめなのは、小さいものを複数回彫ることだと僕は思います。なぜかというと、この小さい彫刻と大きい彫刻、彫り方自体は、同じだからです。角材から正面を取って側面を取ってその後斜めを取る。彫り方は全く一緒です。3ヶ月かかって大きいものを彫った時に、粗彫りから、仕上げまで1回しか経験しません。それに対して小さいものを複数回やれば、その回数だけ粗彫りから仕上げ、その工程を経験することができるので、その分学びが多いと思います。反省点とか、自分がどういうところが苦手とか、そういうところもどんどん上手くなっていくと思うので、最初まだあまり自分の中で木の彫り方確立していない時っていうのは、小さいものをポン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 次々彫るのがいいかなと、上達の近道かなと思います。初心者の人がぶつかる2つ目の壁は絵が描けないということです。木彫りの下絵っていうのは、設計図なようなものです。この下絵が描けていないと、漠然と彫りたいものは決まっていても出来上がるものっていうのは毎回バラバラで、安定しないものになってしまいます。最近木彫りを始めた方で、将来はこういったものが彫りたいなと思うものがある場合は、この下絵を描くっていうのはいずれ身につけないといけないものです。とはいえ、絵の技術っていうのは最初からあるものではないので、少しずつ練習していかなくてはいけません。そこで僕のおすすめする対処法をお伝えします。それはキャラクターの絵を描いてみるということです。なぜかというと、例えば将来犬を彫りたいと思っていた時に、犬の中でもたくさんの種類の犬がいます。で、例えばその中でパグが彫りたいとなったら、そのパグの中でも個体差というのが存在します。なので絵を描くにもその自分の好みに合わせて、そのたくさんの画像を調べて、自分の好みの絵を描かなくてはいけません。それに対してドラえもんだったら、ドラえもんっていうのは種類がありません。自分好みの絵を見つけてしまえば、それがもう正解の絵となります。ですので、それを真似して絵を描くっていうのはそこまで難しいことではありません。自分好みの絵を見つけて、この正面図と側面図を描いてみて彫ってみるといいと思います。こうやって、自分好みの、キャラクターをいくつか、繰り返して彫っていくことで、だんだんこの木彫りの型紙として使える絵
の描き方が分かってくると思います。そしてそれと同時にこういう豚ですとか猫ですとか、カエルですとか、何でもいいんですが、皆さんが彫りたいと思っている絵もだんだん描けるようになってくると思います。なので最初はキャラクターの絵を描いて木彫りをしてみるのをおすすめします。キャラクターものの絵を描いて彫った時の注意点が一つだけあります。それは絶対に販売したりしないということ。販売してしまうのは、犯罪ですので絶対にやめましょう。彫るのは、自分の楽しみのため、SNS とかでこういうの彫ってみましたっていう分には多分怒られないと思うので大丈夫だと思います。怒られたらそれも、やめましょうというのが注意点でした。木彫り初心者の人がぶつかってしまう壁、3つ目が彫刻刀の切れ味の問題です。彫刻刀の切れ味は一削りするごとにこの一削り分落ちます。なので使い続けると研ぎ直さない限り絶対に切れない状態まで落ちていきます。ですがこの彫刻刀を研ぐというのが木を彫る技術や下絵を描く技術、それと同じかそれ以上に難しいです。なので木彫り初心者の人がぶつかる壁として一番大きな壁はこの彫刻刀の研ぎの問題だと思います。この彫刻刀の研ぎの問題で僕が考える対処法は2つあります。まず1つ目は研げる人に研いでもらうという方法です。対処法としては人任せな感じはしますが、これが絶対に確実です。ただ自分で木彫りをガンガンやっていくって思っている人はやっぱり自分で研ぎたいですよね。なので対処法の2つ目も考えてあります。対処法の2つ目はこまめに研ぐということです。彫刻刀の切れ味には6つの段階があります。1つ目は研いだばかりのものすごく切れる状態。これは力を入れなくても木が削れる。まるでサランラップを剥くようなそのぐらいの力でスルッと木を削ることができます。2つ目の段階、切れるけれども指にもっと木の抵抗を感じる、そういう段階があります。3つ目、切れるけどこの削った断面、この断面が白くなる、切れ味が落ちてくると白くなるようになります。これが3番目。4番目、削った時にこの断面の中に白い線が、残るようになります。これが段階の4。5番目、それでも使い続けるとその線がつくところ、それがこの爪が引っかかるようになります。刃が欠けた状態ですね。それが段階の5。ひどくなるとその爪が引っかかるだけじゃなくて目で見てもそこが欠けているのが分かるようになります。そして段階の6が切れない状態。彫刻刀はこの1から6の段階に切れ味が落ちていきます。この3の状態、削れる、でも削ったところが1と2に比べて白くなる状態、その状態の時に研ぎ直すのは比較的簡単です。3までの状態でしたらこの仕上げの砥石で表と裏、研ぐだけで割と切れ味は回復します。この4までいってしまうと削ったところに白い線が残るようになる状態になると、この仕上げの砥石では、研ぎ直すことはすごく難しくなります。そうなると中砥石ですとか荒砥石、ダイヤモンド砥石などそういった砥石が必要になります。手研ぎが、慣れていない人、初心者の人がその状態の彫刻刀を直すっていうのは、とても難しいと思います。なのでそういう状態になる前に、研ぎ直すということをお勧めします。ただ木彫りに慣れていないとこの彫刻刀の切れ味の段階の変化っていうのはとても分かりにくいです。特に一気にガクンと落ちるわけではなく、徐々に切れ味は落ちていくので、気がついたら白い線が出ていた、気がついたら刃が欠けていたっていうのは、よくあることです。なのでそうなってしまったらそうなった彫刻刀を一旦、使わずに避けておいて他の彫刻刀で木彫りを進める。で他の彫刻刀も同じような状態になってしまったらまとめて研ぎ直しに出すっていう風な手順だといいのかなと思います。この手研ぎのおすすめする、上達のポイントっていうのはそういった、線が入ってしまったりとか欠けが出てしまった彫刻刀も一度自分で中砥石とかダイヤモンド砥石で試しに研いでみる。で研いでどれぐらい治るかっていうのをどれぐらい切れ味が戻るかっていうのを確かめて、こうやって試し木とかで切れ味がどれぐらい戻っているかっていうのを確かめて、それから、研ぎに出すといいと思います。その時自分で直した
研ぎ直した彫刻刀の切れ味を覚えておいて、戻ってきた彫刻刀、その彫刻刀の切れ味と比べてみるのがとてもいいと思います。おそらくですが、自分で研ぎ直したものよりも、研ぎに出して戻ってきた時の方が切れ味高いと思います。なぜならそれはもう、段階で言うと1の段階に戻っているから、とても切れる状態に戻っているからです。この切れる状態を覚えておくことで、だんだんこの自分の彫刻刀の切れ味の変化っていうのが分かるようになってきます。この切れ味の変化を理解する、感覚で分かるようになるっていうのが大事かなと思います。以上が木彫り初心者の人がぶつかりやすい3つの壁とその対処法でした。1つ目が木の彫り方がわからない、2つ目が絵が描けない、3つ目が彫刻刀の切れ味の問題でした。今回は動画のタイトルとして木彫り初心者の人がぶつかる壁と言いましたが、これは木彫りを進めていく上で、ずーっとつきまとってくる、ずーっと向き合わないといけない壁になります。この3つの壁を乗り越えて木彫りを楽しくやっていきたいですし、この動画を見ていただいている方もどんどん木彫りをやっていってほしいと思います。ということで今回の動画は以上になります。これからも木彫りに関する情報を発信していくので、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。